スリープフリックス講師の伊藤です。今回はダメージ第3弾、メインタブの残りの機能や TFX、EQ フィルター、これらの機能を主に見ていきます。こちらのサンプルでも使用しましたが、ダメージではフィルターエフェクトなど様々なエフェクト効果をキースイッチで使用することができます。今のような効果ですね。他にも面白い使い方ができるので、ダメージの音に色々な方法でエフェクトを加えてみましょう。まずはこのようにループのチューンをいじって面白い効果を得てみましょう。それではまずはこちらのループコントロールスの3つのつまみ、これらを説明してまいります。ミディデータの方を打ち込んでおきましょう。こちらのループメニューのメインページのこの部分。ループの音量、パン、そしてチューンをコントロールできます。もし曲中でこのようにチューンを動かしたいとき、オートメーションデータを書けば良さそうですが、こちら3つのつまみはこのように他のつまみと違ってアサインできません。こちらオートメーションライトにして書き込もうと思っても書き込めません。これら3つのつまみは元のループのレベルパンチューン、これらをコントロールするということですね。もし曲中で今のようなことを再現したい場合は、この上の部分のオートメーションを書きます。いろいろな方法がありますが、今回はこちらの何もアサインされていない部分をこちらのチューンに選択して、そしてこちらの詳細設定から今65番となっておりますね。コンタクト、こちらの65番チューン、これで使えるようになります。 OK を押してオートメーションデータを書き込むと、そうするとこのようなことができます。それでは次にこちらのアンプシークエンサー、使用することでループをこのように聞かせることができます。これは何かと申しますと、インストゥルメントのアウトプットレベルを制御することができます。スタッターやグリッチエフェクトを追加する際に非常に便利になります。またキースイッチで切り替えることもできます。一見使用するのが難しそうに見えますが、非常にシンプルです。まずこちら、左から8分音符、16分音符、32分音符、64分音符になります。それではまずこちらの8分音符、確認用にこちらにミディデータを用意しました。もしこのタイミングで鳴らしたいというときは、このように8分音符は1小節に8つなので、ここですね。この真ん中で1小節になると。つまりこれですと1小節に2回、こことここの部分になるということですね。実際に聞いてみましょう。そして今このパターンで16分ですと、16分音符は1小節に16個なので、このようになることになります。このようにマウスで音量を書き込むこともできます。聞いてみましょう。これの通りに音量がコントロールされていると。これらのパターンを演奏中に切り替えるには、キースイッチが便利です。こちらに書いてありますね。A6、A シャープ6など。それでは A6 を最初こちらに打って、次に A シャープ6、そしてこちらに B6、そして C7 と。そうすると、この一瞬のとこしかならないので、もしこれを持続させたいっていう場合は、このように伸ばしておいてください。そして今こちら A のパターンをこれらの音符で再生したと。ですが B のパターンも C のパターンもこういくつも作っておいて、これもコントロールしたいよ。そういう時、実はこの上にあるんですね。この緑の部分。D7 から G7 で選択できます。D7 からこちら A になって、こちら B ですね。C、D、E、F と。このようにこれも切り替えることができます。曲中ループを流していて、ところどころ変えてみたり、または派手に変えてフィルとして使用したり、
いろいろな使い道があります。そして次はキースイッチつながりでこちらの TFX 行ってみましょう。トリガー FX のことですね。これらも非常に楽しい機能となっております。トリガー FX を使用してサンプルをアレンジしてみました。元はこちらになります。それでは聞いてみましょう。まずはこちらのパンチ、コンプレッションとサチュレーションの組み合わせになります。次はフェーザー、スイープサウンドを追加することができます。こちらロテーター、ロータリースピーカーのエミュレーションになります。ローファイ、デジタルローファイエフェクトになります。グリッチャー、高速ボリューム、そしてパンのモジュレーションになります。ピッチエンベロップ、テンポに同期するピッチモジュレーションになります。フィルターエンベロップ、変調ローパスフィルターを適用します。そしてこちらディレイエフェクトを追加します。そして先ほど同様、こちら上の部分にキースイッチが書いております。C6 から G6。この間でトリガーエフェクトの切り替えができます。それでは最初の一生説明はエフェクトなしで、こちらからトリガー FX のキースイッチを打っていきましょう。そして聞いてみましょう。このように、これらトリガー FX をキースイッチで切り替えることができます。これも単調になりがちなループを工夫して聞かせたり、フィルなどの時に便利ですね。もちろんこれらトリガー FX のパラメータいじることができるので、さらに作り込むこともできます。それでは次はこちらの EQ フィルターページを見ていきましょう。まずはこちらのイコライザー部分、3バウンドのパラメトリック EQ ですね。ループの周波数を細部にわたって調節することができます。EQ を使用したい場合はこちらを押してオンにする。次はこちらのフィルターを使用する際もこちらをオンにいたします。ハイパスとローパスですね。EQ より荒く効くので、エフェクトとして使用することもできます。そしてこの真ん中のノブ、パニッシュですね。このノブはサチュレーションとダイナミックエフェクトの組み合わせになります。こちらを上げていくと迫力のあるサウンドになるんですね。このようにダメージにはたくさん面白いエフェクトなどもあるので、ぜひ使用してみてください。今まで主にこちらのリズミックスイーツからループメニュー、シングルループス、この画面でやってきましたが、こちらパーカッシブキッズのこの画面、少し違いますよね。ステージや、またこちらのマスターミキサー、これらを説明してまいりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。